スンに何年か通っているけど一向に回れる気配がない。回るどころか足がいつもなんとなくあやふやでよく分かってないような気がする。その練習の仕方そのものが回れるようにならない要因の一つだったんです。おはようございます。くるみです。今回はピルエットが回れないのはこれのせい？トンベパドブレのやり方ということで、ちょっと衝撃的なお話とトンベパドブレのやり方についてお話をしていきたいと思います。それではスタート。今日はピルエットを回るためにはピルエットのアンシェヌマンを繰り返し練習すればいいと思っている方に、その前が大事ということを知っていただき、回れるようになっていただくための動画になっています。私はよくピルエットが回れないんですけどどうしたらいいですかとか、ピルエットが1回転以上回ることができません、どうしたらいいですかという質問をいただきます。そんな中でお話を聞いていると、レッスンのセンターの練習の中でトンベパドブレピルエットに取り組んでいて、とにかくその練習を繰り返していくと回れるようになると思ってらっしゃるんじゃないかなと感じます。確かに回るためには回ることに慣れたり、回るために必要な筋力を育てなきゃいけないし、レッスンの中でこのトンベパドブレピルエットで練習するから、その練習を繰り返してやっていけば回れるようになると思いますよね。でも実際はただ順番を繰り返して練習すれば良いというわけではないんです。皆さんも経験がありませんか？レッスンに何年か通っているけど一向に回れる気配がないとか、何年か繰り返しトンベパドブレピルエットの練習をしているんだけど回るどころか足がいつもなんとなくあやふやでよく分かってないような気がするといったことありますよね。実は私も過去にピルエット回れるようになりたくてトンベパドブレピルエットの練習を闇雲に繰り返していた時期がありました。ただその練習の仕方そのものが回れるようにならない要因の一つだったんです。もし過去の私があのままの練習を続けていたら、今もピルエット1回転ギリギリだったと思います。ただ今日これから一緒にトンベパドブレのやり方と注意点について覚えれば、ピルエットを回るための土台準備がしっかりできるようになります。この土台と準備がしっかりできるようになればピルエット回るのとっても楽になります。実際に私も今日これから見ていくことをいつも心がけて回る土台作りをして3回転以上も回れるようになりました。ぜひ今回の内容を自分のものにしてピルエットが回れないという悩みを解消していきましょう。では本題のトンベパドブレについて入っていくんですけれども、まずいきなり先に今日の一番のポイントについてお伝えをしておくのですが、ピルエットを回るためにはパドブレの前の姿勢からパドブレ、そしてピルエットを回る前のポジションが大切です。皆さんこちらを見てください。このようにパドブレポジションができていないとターンインで準備に入り、そのことでお尻の下の意識が抜けてしまうため、ルティレポジションでもお尻が引けて、さらにその影響でバランスが崩れます。バランスが崩れるということはピルエット回ることができません。つまりこのパドブレのやり方を丁寧に行えれば正しい4番ポジションに入り、回るための正確な準備を行うことができます。なのでトンベパドブレピルエットを闇雲に繰り返すのはダメなんです。ただ繰り返すのではなくて、まず正しいポジションを頭で理解してゆっくり確認をして体に教え込んでいくっていうのが回るために必要な練習になります。それではやり方を見てみましょう。はい、ではトンベパドブレのやり方について見ていきましょう。まず最初に、実はトンベパドブレには2種類あります。トンベパドブレが2種類あるというとちょっと語弊があるんですけれども、正確にはトンベパドブレとシャッセパドブレというものがあります。先生やメソッドによっても違うので、レッスンの際は先生の指示をよく聞いて使い分けられるといいですね。ではトンベには落ちる、落とすという意味があります。そのため少し上に上がってから落とすような使い方をして足を運んでいきます。まずプレパレーションの姿勢や
回り終わった姿勢から後ろの足を引き寄せて一瞬5番のルルベのような形になります。これは通過点というイメージで大丈夫です。なので滑らかに次につなげるような形で動いていきましょう。ここからその足を引き寄せてくるときに少しクロスをするような意識を持つようにしてください。このクロスが甘すぎると足がガバッとした感じになってしまってまとまりがないガバガバした感じに見えてしまいます。ここから息を吸うような感じで吸うような感じで中心に向かって足をスッと引き寄せてきてみてください。では今は一旦綺麗な5番に集めてくるような形で練習をしてみましょう。今回の動画ではアームスの練習はしないのでアームスは今使いやすいように使ってやってみてください。では行きましょう。せーの、集める。もう一度いきます。せーの、はいでしょう。では次に進みます。後ろに引き寄せてきた足を前に出していくんですけれども、これは基本的に2パターンあります。どんな2種類かというと、集めてきた足をブラッシュして出していく、床をスッとこすって出していくものと、足を曲げて伸ばすっていうデベロッペに使っていくものがあります。先生やメソッドによっても違うので注意をよく聞いて再現するようにしてください。どちらにも基本的に共通していることは、たとえブラッシュであってもデベロッペであっても基本的にはある程度のスピード感だったり鋭さを使って行っていきます。ただこれにもパターンがあって、曲調に合わせてエントンベポドグレといったようにゆっくりこの足を見せて使っていくっていうようなやり方もありますので、慣れてきたら音楽に合わせて自分の足をコントロールして見せ方っていうのを研究してみてください。ではまずブラッシュ、床をこすって足を出していくパターンをやってみましょう。足をブラッシュに出す場合は、さっき練習した5番しっかりクロスに集めてきすぎると足ぶつかってしまいますので、1番のルルベを通過してそこから出ていくような形で使っていきます。ただ先ほどなんで5番の練習をしたかというと、これがこういうイメージで足が出てしまう、大きく外れた形で出てしまうと、先ほど言ったようにガバガバしたまとまりのないように見えてしまうので、あくまでも5番にクロスするような意識を持ったまま1番を通過してこの足を出していきましょう。このルルベの状態、ズミポワントの状態からこのズミのところを使ってグリッセに出していきます。こういう風に持ち上げるということではなくて、床をしっかりと使って触っていって鋭くつま先を伸ばすというやり方です。ではやってみましょう。回り終わった姿勢またはプレパレーションの姿勢からやっていきます。ここから5番にするような意識で足を集めてきてルルで、そこからブラッシュです。もう一度いきましょう。ここから5番にするような意識で足をクロスに持ってきて1番を通過してデミポワントからブラッシュ。はい、小さなデベロッペをする場合は先ほど練習したみたいに足をこういう風に集めてくるっていうのはほとんどなくて、ただ少しこう集めながらその途中でクルピエを作っていくようなイメージになります。ゆっくりやるとここからルルベになりながらこの足を引き寄せてきてクルピエを通過して前に出していきます。正面から見てみましょう。回り終わりました。またはプレパレーションの姿勢になっています。そこから軸足をルルベにしながらその過程でちょっと集めてきて出すという感じです。なのでこの低い姿勢からこういう風に出していくっていうよりかは、ここからで上にこう少し持ち上がるようなイメージで使っていきます。なぜ少し上に上がるかというと、トンベには落ちる、落とすという意味があるので、少し上がってから落ちるっていう風に使ってみてください。一旦ルルベは忘れて足の通過点だけやると、
ここからルルベになるので、少しドゥミポワントを通って、そこからクドゥピエを作って、後ろのクドゥピエあたりから横を通過して前に出ていきます。あくまでもこれは滑らかな足を出すという動きなので、こうなってこうなってこうなってこうっていう、カクカクした動きっていうのではなくて、だいたいそのあたりを滑らかに通るというような形で使ってみてください。また例えばこっちに進みたい、こっちにおへそを向けているのに出した足がこういう風に外れて出ていってしまうと、先ほど言ったみたいにガバガバしたまとまりのない印象になってしまったり、こっちに進みたいのにあっちの方に行ってしまうっていうことの一つの原因になります。なので後ろから持ってきてクドゥピエを通過して前に出す足はおへその前のあたりに出てくるように、しっかりと斜めを意識してクロスを意識して出していくようにしましょう。特に斜めを向いた時っていうのはどうしてもこっちの方に気を取られるというか、足が出やすくなっています。なのでより一層自分が思ってるよりもこっちですね、正面の方に出すようなイメージで使っていくといいです。ではやってみましょう。回り終わった姿勢またはプレパレーションの姿勢からやってみます。ここから少し上に上がりながら足をクルピエ通過前、はい、もう一度いきましょう。ここから少し上に上がりながら足を前に出していきます。ではブラッシュまたはクドゥピエからデベロッペをして足が前に出た状態まで来ました。そこからトンベ、落ちるという動作に入っていきます。こっちの軸足はルルベ、足が前に出ている状態ですので、この前の足の方に重心を移していくことになります。トンベではルルベから山を描くようにして体重を落としていきます。シャッセだと上に上がらずにこのポイントをずっと引っ張っていくような形、重心はこういう風に移動をしていくんですけれども、トンベの場合は上がって落ちるという風に重心の移動を使っていきます。実はこの山を描くようにして重心を落としていくっていうことができない方が結構多いです。これを行うためには重心の移動するタイミングっていうのを考える必要があります。上がりながら落としてしまうとこのポイントっていうのはこういう風に移動をしてしまいますので、おへそが山を描くようにして降りていくためには、上がった時は軸足の方に重心を保っておいて、そこからこの姿勢が見えたぐらいから初めて前の足に重心を移動させていきます。足出しながら移動ではなくて、ここで一回上を見せてから落とすということです。この2つの違いには重心を移すタイミングの違いがありますね。もう一回見てみましょう。上がりながら移動してしまうと、今見えたようにおへその位置っていうのはこのままで重心がこういう風に移動をしてしまっています。そうではなくて、足を出すタイミングで上で落ちる、これだとこういう風に山を描くことができます。なので足を出したタイミングでは軸足の方に重心があることをしっかり見せてから前に移動するっていうのを心がけてみてください。その時に心の中でトンベっていう風に唱えるといいと思います。トンベっていう言い方のリズムだと結構早く前足に重心が移動しているような感じがすると思うので、ここからトンベっていう風にトンっていうリズムを使うといいと思います。また今見ていただいて分かった通り、重心のコントロールをするために日頃のレッスンの中でバランス力や足の力、脚力を鍛えておく必要があります。例えば前に足を出した時につられて骨盤が滑ってしまったり、足を出す動作につられて重心が移動してしまったりすると、今言ったみたいなトンベっていうコントロールは行うことができませんよね。このトンベのコントロールができない場合は、バーに戻って片足のルルベだったりバランスの力っていうのを再度トレーニングしてみてください。落とした足
出てから落とした足っていうのは、この足はプリエになります。つま先と膝の方向を揃えること、これが膝だけ内側に入ってくることがないように、膝とつま先の方向を揃えるということと、ターンアウトをキープするために出した足をこういう風にかかとを引かないように気をつけてください。降りた先でかかとを出すイメージを使ってターンアウトをキープしていきましょう。また、飛んでこのプリエは柔らかいプリエをイメージしてみてください。落ちてきたものがふかふかのベッドにポスって着陸するようなイメージです。硬いところにゴツって落ちるようなイメージではなくて、ふわっと降りるようなイメージを使っていきましょう。この飛んでになった時のこの後ろの足は後ほど見ていきます。まずこのコントロールとプリエっていうところだけやってみましょう。回り終わった姿勢またはプレパレーションの姿勢からやっていきます。足の出し方はブラッシュでもいいですし、デベロッペでも大丈夫です。好きな方は自分で選んでやってみてください。飛んで、はい、もう一度いきましょう。ここから飛んで、もう一度いきましょう。ここから飛んで、次に移る前に一つ注意点を追加しておきます。こうして降りた時に上半身がこういう風にずれないように気をつけてください。骨盤の上に上半身があることを確認しながら降りてくるようにしましょう。これがこういう風にずれてしまうとトトトトってなってしまうので、まっすぐ降りるという風に上半身は使っていきましょう。飛んで、落とした後のこの後ろの足を見ていきましょう。この飛んで降りた後は後ろの足はグリッセまたは10手に出していきましょう。飛んでの時のこのルルベの時のドゥミポアントからこのドゥミポアントの状態を通過して、そこで床を使ってシュッという風に出していきます。これがこうです。もう一回いきますね。ここから床を使ってこうです。この少し上げるっていうのがポイントです。多くの方はトンベパドブレを習った後に後ろの足上げるんだと思ってこういう風に蹴ってしまっています。これは×です。大きくバットマンをするための動きではなくて、先ほどから何度も言っている通り落ちる、落とすっていう意味のパなので、この後ろ足をこういう風に上げていく必要っていうのは基本的にはありません。もちろん振り付けや先生の指示でそういう風に使ってほしいって言われる場合もあるんですけれども、通常のピルエットのアンシヌマン、ワルツの中でやるトンベパドブレっていうのはこの後ろの足を上げる必要はありません。また多くの場合初級クラスぐらいですと、この足上げようとするとだいたいこういう風に膝が曲がってこういう蹴りになってしまっている方がとっても多いです。なのでこの癖は改めてドゥミポアントからグリッセまたは10手に向かって足を伸ばした状態でブラッシュするっていうことを気をつけてください。もしこのグリッセや10手の段階でも膝が曲がってしまうようであればバーに戻って練習する必要があるので、自分の足を注意深く観察してみましょう。またこれの問題点っていうのがもう一つありまして、この後ろ足を上げなきゃという意識があると、多くの方はだいたいこういう風に腰が潰れてこういう姿勢を通過してしまいます。飛んでっていう風にこういう風に入ってしまうんですね。これがこの後のものに影響してきます。今日一番最初にパドブレの前の姿勢とパドブレと4番のポジションっていうのがすごく回るために大切っていう話をしたんですけれども、この後ろの足を大きく蹴って腰がこういう風に潰れて後ろに反ってしまっていると、このパドブレの前の姿勢っていうのがもうすでに崩れてしまっている状態になってしまいます。また全体的に動きがこうべちゃっと
潰れるような印象になってしまって、落とすとはまた別のイメージになってきてしまいます。何度も言うんですけれども、トンベの目的は落ちること、落とすことであって、足を上げていることを見せるというためではありません。なのでこの後ろの足はもう一回いきましょう。デミポイントから床を使ってグリッセまたは10手になるように気をつけてください。上がることを目的とせずに、床をこすった反動で少し足が上がってしまうというようなイメージです。このこするっていう感覚は私のクラスでよく言っていますが、マッチをつける時の箱の横をこうシュッてする感じ、ああいう気持ちで床をシュッと使うといいです。では実際にやってみましょう。プレパレーションまたは回り終わった姿勢からルルベを通過して足を出して落ちる時に後ろの足を上げすぎないように、もう一回いきましょう。せーの、トンでラスト、もう一回いきます。せーの、トンでもう一つポイントを追加しておきます。トンベは落ちる、落とすという意味がありますし、また移動をするときに使われているパになります。なのでトンベになるこのベの時にドゥミポントから床を使ってグリッセしますよね。その時にしっかりと自分の足を床に向かって押して自分の体を移動させるようなイメージを持っておきましょう。この押しがしっかりと感じられないと、それも上半身が後ろに残ってしまう、で腰が潰れてしまうという原因の一つになります。床をしっかりと押してこするというイメージを持っておきましょう。では今トンベまで来ました。今度はパドブレに入っていきます。この後ろに上がっていた足を5番に引き寄せてきます。引き寄せると同時に軸足はルルベになります。はい、ここがポイントで、先ほど言った通りトンベの状態で腰がべちゃっと潰れて、この反ってしまった上半身を起こしてくる力を使ってしまうと上半身がこういう風に揺れてしまうので、この揺れたまま4番に入って厳しいようですが回れない未来しかありません。なのでさっき言ったこのトンベで降りた時のこの姿勢っていうのがすごく大事になってきます。必ずこのパドブレの前トンベで降りた姿勢っていうのは、まずこの足を上げすぎないようにすることで腰をこういう風に反らないように潰さないように気をつけて、上半身は軸足の上に置いておくようにしてください。これが上半身の半分がこういう風に後ろにずれないように、必ず全てのパーツが軸足の上にあるようにしていきます。またこの足を引き寄せてくるときに引き寄せ方としてこういう風に引き寄せないように気をつけてください。こういう引き寄せる動作になるときに上半身を後ろに代わりに引っ張ってしまう方もとっても多いです。ただこれも先ほど言った通り、上半身をこういう風に前後にぶれる動きを入れてしまうと、これも回る前の姿勢がうまく整えられなくて回れないっていう結果になってしまいます。なのでトンベで降りてきた時、上半身を軸足の上に乗せたらそのまま少し斜め上に向かって引っ張るぐらいの気持ちで足を寄せてきてください。これをこういう風に寄せてこないで、降りたらこの斜め上に向かって引き寄せていくようなイメージです。まだ注意点がありまして、この引き寄せてくる足、必ずクロス、今度は本当に5番のポジションまで引き寄せてくるようにしてください。これがこういう風になってしまうと、これも回る前に感じるべきまとまりっていうのが感じられないですし、お客さんから見ていてももたもたしたような印象になってしまいます。これをこういう風になんとなく踏まないで、しっかりと5番に引き寄せてきてください。この引き寄せる時に上半身を気をつけたり腰を気をつけたりしていきます。ではトンベで降りた姿勢から足を引き寄せるところだけやってみましょう。これがもし上半身がぶれてしまう、ちょっと難しい、グラグラするっていう場合は、
バーに戻ってバーに捕まってこの動きだけやってみるといいと思います。それでは行きましょう。トンベで降りた姿勢からここから集める。もう一度行きましょう。トンベで降りた姿勢から5番のクロスに集めてきます。あともうちょっとですね。この足を引き寄せてきた後は前の足を横に出していきます。ここから引き寄せて前の足を横に出していきます。ただ通常のパドブレとは違ってたくさん横に出すっていうことは基本的には必要ありません。回る準備のために足を入れ替えるだけというようなイメージで小さな範囲でやるようなイメージで横に出すだけで十分です。またこのパドブレをするときは普段の横に進むパドブレとは違って少し斜め前に出すようなイメージで大丈夫です。通常のパドブレだとしっかりと横に出してると思うんですけれども、少し斜め前に向かって出すような感じで問題ありません。この姿勢から見てみると後ろ足が床についた時がパ、前の足がドというイメージです。パドブレをするときはパドブレという言葉とリズムを足と一緒に覚えておく方が曲の中でパドブレのリズムをつかみやすかったり応用を聞かせやすくなります。このパドブレっていうパワー踏み替える時にたくさんいろんな場面で出てくるので日頃からパドブレっていう風にこの足の運びとリズムを覚えておくとなんかちょっと複雑な足を言われたってなった時もなんとなくパとブレってこういう風に足運べばいいかなっていう風にこう体がピンときやすくなります。なのでこのパドブレっていうのは意識しておきましょう。なのでもう一度確認するとここからこの足が着陸してくる引き寄せたタイミングでパ、次がドです。ではパドブレのリズムに当たるところをやってみましょう。集めてずらしてっていうところまで来たら今度はこの今後ろにある足が前に出てきます。前に出てくるときはこの後ろ足は前足に近いところを通って4番ポジションに降りてきましょう。もう一度見ると引き寄せて前足をずらしてこの後ろの足は前足に近いところを通過して4番に降りてきてそこからプリエに入ります。またこの足後ろの足が通過するときにつま先を伸ばせるとなお良いです。なのでさっきのトンベのトンの時もそうだったんですけど足を出しながら重心を移動っていう風にしないで軸足の方に重心を保ったままこの足を出していってつま先伸びたなと思ったら降りてくる時に重心を移動して降りるっていう風に考えておくといいです。この足と一緒にグンっていう風に重心を移動させないでここから軸足に重心を保ったまま足近いところを通過して伸ばしたなぐらいまで重心をここに持っといて4番から降りてきてプリエというような形になります。またこの前足に近いところを通過するっていうのがとってもポイントになります。これが遠い場所から来てしまうとこういう動きをしているのでもちろんかかとは引きやすいのでターンインになりやすかったり回る前に上半身をまとめてきて準備に入らなければいけないのに足が遠いところに行ってしまうので上半身がこういう風にブレてまとまりにくかったりなんかガバガバもたもたして見えてしまう原因になってしまいます。これももちろんパドブレの動画でも言っていますがパドブレにはいろんなパターンがあってピルエットの前のプレパレーションっていうのもとってもいろんなパターンがあります。例えば足をブンってやってきて回るようなものだったりこういう風な体を使って回っていくような振り付けだったり本当に振り付けによって様々な演出っていうのができるんですけれども
この初級基礎レベルでやるべきことっていうのはそれではありません。こういう風に足を使って遊びを持たせて回っていくっていうことは、もっともっと中上級、もう本当に上級のレベルになってからやればいいことなので、初級基礎クラスの間は自分の足に近いところを通して上半身をしっかりまとめてきて準備していくっていうことを意識しましょう。はい、今パドブレのブレでここまで来ましたね。この4番ポジションが今日最大のポイントになります。今日のテーマとして回るための土台準備をトンベパドブレで作るっていう部分があるんですけれども、この4番がきちんとはまっていかないと回ることは絶対にできません。そしてこの綺麗な4番に入るため、この土台を作るための準備っていうのがトンベのところから始まっていました。特にさっき何度も言ったトンベで降りた時の姿勢だったり、パドブレに入った時の上半身の使い方、足の運んでき方、まとめ方ですね。これがそもそもにできていないと4番だけ綺麗にしようと思っても、このトンベパドブレっていうアンセナマンの中では整えることが基本的にはできません。よっぽどゆっくりなアンセナマンでちょっとこうやって4番を踏み替えている時間があったらもしかしたらできるかもしれないですけど、基本的にトンベパドブレで入った4番のまま回っていかなきゃいけないので、この4番がとっても大切だし、この4番になるためにトンベパドブレの注意ポイントっていうのが大切です。はい、では話を戻して4番ポジション見ていきましょう。まずかかとを絶対に後ろに引かないでください。私の基礎クラス、初級クラスぐらいのレベルまでであれば、体の無理のない範囲でターンアウトをしていただいてますので、これは180度開いてしっかりと重ねて4番してくださいということではありません。ただ本当はもっとできるのに気を抜いたターンアウトをしないでくださいってことになります。ここで4番が気の抜けたターンアウト、かかとを引いた状態になっていると、まず最初の方にも言いましたね。4番が抜けるとお尻が抜けて、そうするとルティレのポジションの時にも抜けてしまって、結果的にバランスが崩れる。バランスが崩れるということはピルエットが回れないということになります。そしてこの4番が抜けた状態になってしまう最大の理由が、トンベパドブレをちゃんと理解していなくて動きを追うことに精一杯だからです。トンベパドブレを理解していないので、順番を追うことに精一杯で足の前後に気を取られてしまって、そしてそこからどっちに回るかに気を取られてしまって、ポジションまで意識がいかないっていうところにあります。でもここまで見てくださって一緒に練習している皆さんは順番を丁寧に追ってきたので、ピルエットを回ることに大きく一歩近づきましたね。では話を戻してパドブレに戻っていきましょう。トンベをした後、この後ろの足を5番に引き寄せてきて、前足を少し斜め前にずらして、後ろ足を通過、足に近いところを通過して、つま先を伸ばして4番になって、かかとを前にすることを必ず意識してプリエに降りてきます。かかとを意識すると言いましたが、もちろん連動して膝、股関節、そしてお尻の下が回ってくることを意識してください。かかとを意識するっていうのは、かかとを意識するのが一番意識しやすいからなんですけれども、必ず膝、股関節、お尻の下っていうのも連動していることを確認するようにしましょう。たとえ足先だけ、かかとだけをねじって開いても、この辺りが連動していないと結果的にここは抜けたままになってしまうので、さっき言ったルティレが抜けてバランスが崩れるっていうことが起こってしまいます。4番ポジションで注意すべき注意点は、しっかりとこの4番に入った時に確認をするようにしてください。この4番ポジションの注意点がわからない、4番の綺麗なポジションができないっていう方は、バーに戻って確認する必要があります。では
トンベで降りたところから最後確認してみましょう。今回手の説明がなくて申し訳ないんですけれども、手は今回説明しないので使いやすいようにやってみてください。降りたところからトンベパドブレ。もう一度いきます。トンベパドブレ。ラストもう一回いきます。もう一回最後行く前にもう一つ注意点を言っておきます。パドブレで降りてきた時のこの後ろの膝がこういう風に前の膝にくっついてこないように、必ずこっちの膝もつま先の方向に開いているかどうかを確認してみてください。ではラストもう一度練習しましょう。トンベパドブレ。では最後にトンベパドブレまでつなげてやってみましょう。ここまでよく頑張りましたね。最後トンベパドブレつなげていってみます。回り終わった姿勢またはプレパレーションからやっていきましょう。ここからせーの、トンベパドブレ。もう一度いきましょう。準備してそこからトンベパドブレ。もう一度いきます。ラストです。ここからトンベパドブレ。はい、今日は回るために必要なトンベパドブレについて見ていきました。今この動画を最後まで見て一緒に練習してくださった方は根気よく練習に向き合うことができています。この根気よさがある方は必ずピルエット回れるようになりますよ。だから自信を持って練習してください。今日の特に大切なポイントはトンベを降りた時の上半身のコントロール、パドブレの足の通り道、4番への降り方でしたね。この3つの点ができずに順番をただただ追っていてもかかとが抜けてお尻が抜けてルティレが抜けてバランスが崩れてピルエットが回れないということになってしまいます。ただただ順番を繰り返すのではなくて最初はゆっくりで大丈夫なので一つ一つ正確につなげていってください。今回の動画はこれで終わりになります。このチャンネルでは大人バレエの基礎をテーマにたくさんの動画をアップしています。興味がある方はチャンネル登録をしていただき引き続き一緒に頑張っていきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。